突然ですけれども、今ご覧いただいているのは我が家のテレビでございます。でこのテレビですね、その昔エコポイントとかが流通していた時にですね買ったものになりまして、もうだいぶ買ってから時間が経ちまして、少し寿命が近いんじゃないかなということと、あと私が加齢に伴ってですね、徐々に視力が弱くなってきていることということも合わせて、買い替えたいなというふうに思ったんですけれども、ご覧いただいている通りですね、スピーカーが背が高いもんですから、これ以上大きいテレビに変えるとですね、当たってしまうということになりまして、そこでテレビ台とですね、同じぐらいの高さのスピーカーが欲しいなというふうに、思った次第なんですね。で、今回、フォステックス FF125WK という、フルレンジスピーカーユニットを使って、バスレフスピーカーを作るところを記録に残していきたいというふうに思います。その第1回目になります。今回は、まずそのスピーカーの設計、の様子をご覧いただきたいと思います。で、我が家のですね、今のメインスピーカーは、パークオーディオというスピーカーユニットメーカーさんが出している8センチのフルレンジユニットを、高さ約80センチのですね、バスレフボックスに入れて鳴らしています。で、少しこちら低音が足りないなということで、こちらはですね、フォステックスの16センチのウーファーを入れたサブウーファー、作ってこれを併用している状況ですと。で、できればこのですね、2つのいいとこ取りができないかなということを考えまして、今回は、ユニットとしてフォステックスの12センチのフルレンジユニット、これを使いまして、エンクロージャーは少し、今より大きめですね、18リットルにして、あとポートはですね、直径が 49mm 奥行き 50mm の共振周波数 60Hz、ということで、作ってみようかなというふうに思ってます。果たして、狙い通りに行くのかどうかというところなんですけれども、ちなみに高さの方がですね 49.5 センチということで、我が家のテレビ台と同じ高さになるように、していきたいと思っています。で、これをですね、どういう木で作っていくのかということで、いろいろな、バリエーションがあるんですけれども、まず無垢材と呼ばれるものですね。本物の木って言ったら言い方おかしいですけども、その木そのまま使うということで、有名なところではウォルナットとかマホガニーとかオーク、チェリー、こういったものがありますけれども、非常に仕上がり高級感があって重厚感があって綺麗なんですけども、やはりお高いというところで、サラリーマンがですね、日曜大工でやるには少しちょっと、背伸びしすぎかなというふうにも思ったりするところであります。そこで、もう少しですね、リーズナブルにやり方として、合板、というものを使うんですけれども、その合板の中でも表面に綺麗な板が張ってある、合板がありまして、代表的なものとしてシナ合板とかバーチ合板というものがありまして、そこそこお値段も安くなってきまして、非常に均質でですね、反りもないですし少ないですし、組み立てやすいというところがありますと。でこれどういうふうに仕上げていくかと言いますと、ご覧いただいている通りですね、これシナの合板、バーチの合板、どちらもですね非常に白系の色なんですね。で、白い下地ですので、いろいろな着色ができるようになってます。例えばこれオレンジ色系のもので着色して、それに、ニスを塗って艶ありのニスで仕上げたというものになってまして、そうすることでですね、木目がはっきりと浮き出てきまして、非常に自然な木の風合いというものが出るというふうな仕上げ方になります。これちょっと木目をですねはっきりご覧いただくために少しコントラストというか強調してますので、実際にはこんなにギラギラ木目は出ないんですけれども、それでも非常に自然な木の風合いというものが見て取れる仕上げ方になります。もう一つですね、MDF という木がありまして、これは
木を細かく砕いて固めたものでございまして、非常に価格が安い、それから均質ですね、なんて言うんでしょうね、重さ、比重のばらつきが少ないとか、そういうふうなことで均質なんですけども、若干、乾燥を良くさせないと、厚さ方向、特に厚さ方向に縮んでいくというような、メリット、デメリットもあるんですけれども、このMDF というのはスピーカーの材質としてもよく使われていくものですと。でこれの仕上げ方としてはですね、もう色をあまり塗るということはできなくって、やるとすると不透明な単色、特に黒ですね、黒色でもう全部ベタ塗りしてしまって、その上から艶のあるニスで仕上げる。こうするとですね、ピアノのようなピアノブラックと言われるんですけれども、そういう仕上がりになります。もう一つ、月板という薄い板を使うやり方がありまして、今ご覧いただいているのはですね、私が昔作ったものなんですけれども、長谷広オーディオさんという有名なハンドメイド用のですね、スピーカーキットを販売されているところがありまして、バックロードホーンをですね、自分で作れるというところが売りなんですけれども、この材質がですね、MDF でできています。このバックロードホーンの MDF に、月板をペタペタ貼りまして、これはアメリカンチェリーという板なんですけれども、貼りまして最後にニスで仕上げたものが今ご覧いただいているようなものになります。これも板の木目をですね、少し強調するために加工してありますけれども、ここまで実際はギラギラ木目が出ているということはないんですけれども、こういうふうに、このやり方でもですね、割となんて言うんでしょうね、あまり模様のなかった MDF が、割と自然な木の風合いに仕上げることができるというやり方になります。はい、でこの月板という板なんですけれども、本物の木を薄く切って、作っているもので、木目がいろいろな種類がありますと。で板目と呼ばれているものは、こういうふうに波打ったですね、もういかにも木ですねというような綺麗な模様が出るんですけれども、一般的にはですね、10センチとか30センチが取れる最大の幅だというふうにホームページには書いてありました。なのでそれよりも、幅広い月板を作ろうとすると貼り合わせて作ることになるので、その貼り合わせたところでですね、ちょっと目が、不自然だというか連続性に欠けるというかですね、こういうところが気になってしまうかなという、側面もあります。一方、正目と呼ばれるものはまっすぐですね、直線的に年輪が入ります。なので、こういうものを使いますと幅広い板を使ってもあまり継ぎ目が気にならないという特徴もあります。で我が家の先ほども少しご覧いただきましたけれども、メインスピーカーはですね、これも私が月板仕上げしたものなんですけれども、ウォールナットという木の板目を使ってます。なのでご覧いただいている通り、この前面ですね、非常に波打った綺麗な木目が出るんですけれども、実際これを家の中に置いてみるとですね、少しちょっとなんて言うんでしょうね、くどいというか、ちょっと押し出し感が強いなというふうにも思ってまして、ですので、今回は同じこのウォールナットの板なんですけれども、正目、縦にまっすぐ年輪が入った正目の月板を使って、MDF でエンクロージャーを作っていきたいかなというふうに思っています。はい、ということで、今日はエンクロージャーの設計、スピーカーの設計についてお話ししましたけれども、次回はですね、この設計に従って材料を購入していきたいというふうに思います。